I'm on the level that you can see my level. 皆さんこんにちは、バーバラです。元気ですか？最近いろいろ勉強しましたので、ちょっとね動画全然やってなかったんですが、今日は言語の勉強のプロセスについてお話ししたいと思います。歴史的にね初めてのは、一つ目の言語はフランス語でした。7歳頃時は小学にエントリーしました時に、もう盛んなフランス語専門という学校でしたので、週に4回か5回ぐらい授業ありまして、7歳から14歳までもう毎週フランス語、勉強しましたということですね。で、14歳の時に別の町に引っ越しすることになりましたので、前はねモスクワで首都で住んでいましたんですが、もう引っ越ししたの町はフランス語の専門学校ほぼなくて1個しかなかった。だから私普通の基本的英語を勉強するなので、こういう学校にエントリーしました。なので同時に、フランス語のレベルちょっと維持するためにチューター、フランス語の教師と個人的なプライベートレッスンあって勉強し続いていました。今までは、できればラジオとかフランス語でコンテンツ本でも読んだりするんですね。しかも初心者にフランス語を教えています。この言語のことをですね、止まることはないと思います。なぜなら、一回止まったらすぐにレベル下がってしまうので、もう本当にずっと続かなきゃいけないということですね。だから私これからもね多分人生中、この人生にわたって未来にもずっと勉強しなければなりませんということですね。運動のようにね、もし1週間止まったらもうすぐに失ってしまうので、ちょっとそういう意味で、言語はこの運動することに似ていると思いますね。Et voilà, qu'est-ce que je peux dire en français? Je sais pas, en même temps j'habite au Japon. Je m'appelle Barbara. J'habite à Chiba, pas à Tokyo. J'habite à Chiba et des fois j'enseigne le français aux étudiants débutants, de niveau débutant. Voilà, et ici au Japon, j'ai pas trop de chance, j'ai pas trop d'opportunités de pratiquer mon français. Mais j'adore cette langue, peut-être c'est ma langue préférée, c'est ma langue étrangère préférée. 特にフランス語と、結構特別な関係ありますだと思います。なぜかというと、私5歳までロシア語のプリベットかすごいはっきりする音全然発音できなかった意外にその代わりにこのちょっとフランス語みたい、バーバラこういう発音ずっとしていましたんで、そういうもんでなんか医者さんまで行っていろいろ
こういうロシア語の L をちゃんと発音するためにいろいろ運動したりしていろいろ練習とかいろいろところを直さなければなりませんでしたね。じゃあ2つ目は英語です。フランス語専門学校で、もうジュニアハイから10歳から勉強することになりますので、すごくいい先生ありましたんですが、フランス語を比べたらこういう刺激になかなかならなかったので、文法とか単語とかあまり勉強してなかった。ただ私文系ですので、なんか言語を勉強することに結構うまいというと思います。日本語場合は全然アビリティスキルがないと思います。ちょっとずっと努力しなければなりませんみたいなこのロマニアンこのヨーロッパ言語を比べたらですね。どうやって英語を使うのか、日本の在住外国人に接したら絶対英語を使うことになりますので、結構チャンスが多いって感じ。でも全然満足してない私の英語のレベル。ただ、普通の話できます。So, I can't tell much about my English level. Like, I never studied it properly and haven't been to English speaking country except for Philippines. So yeah, when I watch some contents in English, I can understand it, but if it's a movie, series, etc., I'm eventually using subtitles and it helps me to understand a bit, but still I feel like you have to study it in order to have a good level of English. I'm on the level that you can see my level. 順番的に3番目なのはポルトガル語です。外国語の中に多分一番多のレベルだと思います。なぜかというと、私ブラジルで住んでいたことがありますし、前の仕事で毎日ポルトガル語を使っていたんですね。日本だったらそんなにポルトガル語を話せるチャンスがないみたいですが、私できれば毎日コンテンツを YouTube とかいろいろ YouTuber 興味がある番組とか YouTube チャンネル見たりするなので、結構維持することができる。しかも SNS でも携帯でもポルトガル語でという設定なので、ブラジル人の友達に、ポルトガル語を使うのは基本なので、結構維持することはできると思います。今もブラジル人の生徒たちとかいますので、ロシア語を勉強してる人、初心者なので、やっぱりポルトガル説明するのはだいたいポルトガル語。No Japão você não tem muita chance de praticar português, eu acho. Mas acho que eu consigo não progredir, mas manter o meu nível anterior que eu tinha antes de chegar para cá. Eu tô assistindo conteúdo em português todo dia, não porque eu me esforço mesmo, mas porque são as recomendações que eu tenho no Instagram, nas redes sociais, porque eu tenho muitos amigos brasileiros, eu estou praticando samba, no base dos meus interesses. O Instagram escolhe o que eu quero ver mesmo. Aí sim, eu consigo assistir o que me interessa, não sentir
é não sentir do tipo, tô estudando ao mesmo tempo, tô relaxada, isso é o mais importante, eu acho. Às vezes você não quer ser estressada, sentir que é a hora de estudar, e quando você consegue se relaxar e ao mesmo tempo ouvir o conteúdo que seja útil para o seu conhecimento, é a melhor coisa, né? É o melhor caminho de estudar. 最後に日本語です。ずっと日本語を喋ってるなので、皆さん、私のレベル分かってくると思います。ね、まだまだいろいろところを直さなければなりません。ということが分かってます。ゆっくり自分のペースで勉強を続きたいですね。いろいろ漢字とか新しいの漢字を書いてみることとか、新しいコンテンツとか、YouTube でもこのエンターテインメントところすごく大事だと思います。この勉強のプロセスで。前教えてたんですが、学校ですごくテストとか、もう2年間ぐらいテスト、毎週2回3回ぐらいテストあったり、リラックスできなかったということですね。日本語を勉強のにこれからゆっくりじっくり勉強したいと思います。勉強を続きたい。楽しむことができれば一番いいだと思いますので、これから私自分のペースで勉強やりたい。はい。日本語の後、多分他の外国語を勉強したくない。もうこの4つの外国語は十分だと思います。はい。言ってた通りに結構この勉強のプロセスは止まることはないので、できればずっと勉強続いていると思います。じゃあロシア語のタイムです。母語ですので国語のという科目ずっと学校の時やったりして、そして私文系なので専門はマスコミですので、ジャーナリスト記者としてすごくロシア語上達をしなければなりませんでしたんですね。記事文章を作ることに一番大事だと思いますので、ロシア語母語ですが結構勉強していました。高校生のレベル上に勉強していました。はい。また私ロシア語の先生として外国人に向き合うというロシア語をもう9年間ぐらい活躍していますので、そうです。2つ場面からこの語のことをいろいろ分かっていますので、что я могу сказать по-русски, не знаю. Конечно, русский язык один из самых сложных, в принципе, в мире. И я преподаю русский язык уже 9 лет иностранным студентам. Поэтому можно сказать, что я могла его раскрыть с двух сторон. Как журналист и как преподаватель языка как иностранным. Это интересный опыт, который, несомненно, в чем-то помог, когда я изучала другие языки. Я очень люблю выразительность русского языка, экспрессию, то, как можно передать множество оттенков, эмоций, красок словами, чего порой нельзя сделать в других языках. Да, поэтому можно сказать, что я фанат русского языка. И нести свой вклад, чтобы русский язык становился популярнее среди иностранцев. 自分の外国語の勉強方法を教えてください。
今日の動画見てくれてありがとうございます。